動画をご覧いただきありがとうございます。今回は2025年7月6日の午前中に行われた第394巻 TOEIC の感想をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。まずパート1についてですが、写真を撮っているおじさんが1枚目の写真でした。難易度については私が前回受けた4月20日午前中の第386回ほどは難しくなかった印象でした。ただ6問目はしっかり聞き取れなかったのと、選択肢がどれもしっくりこなかったのでちょっと自信ないです。ちなみに今回の動画ではところどころで前回と比べてという話し方もしますが、これは4月20日午前の第386回のことだと思っていただければと思います。続いてパート2ですが、やや難しかったです。最初の数問は難なく解けたのですが、中盤でどの選択肢もしっくりこなくて迷ってしまう問題がいくつかありました。ただ、オーソドックスな問題も複数散りばめられていたので、全体的な難易度としては普段通りの難しさだったかなと感じました。続いてパート3、パート4ですが、個人的にはめちゃくちゃ難しくて、序盤で場面をイメージできない問題が多かった印象でした。基本的に最初の設問のヒントは会話の序盤、2問目は中盤みたいに設問と会話の順番はほぼ同じだと思うのですが、2つ目の設問を解いた後に1つ目の回答にやっと確信を持てるものもありました。また答えこれっぽいなと思っても最後まで聞かないと選択肢を絞り込めないものもあった気がします。そしてこれは難易度とはさほど関係ないのですが、面白い職業の人も登場してこんな場面まで TOEIC で登場するんだと思いました。リスニング全体の所感としてはオーストラリアのアクセントが全然聞き取れなくてかなり苦労しました。余談ですが、試験当日の夜の英会話でフィリピン人の先生にオーストラリアのアクセントがすごく難しかったと話したら、私たちでもオーストラリアのアクセントを聞き取るのは難しい時があるよと言っていて絶望しました。続いてリーディングパートについてお話ししていきます。パート5はさほど難しくなかった印象で10分以内に解け終えられました。選択肢もほぼ理解できる単語だったので普段通りの難易度だったと感じます。人によっては結構簡単だと感じたかもしれません。パート6については実はちょっと時間切れでした。というのも私はパート7、パート5、パート6の順で解いているのですが、パート6は5問ほど解ききれませんでした。なのであまりお話しできることはないのですが、解いた問題についてはさほど難しくなかった印象です。そしてパート7はとても大変でした。序盤はスムーズに進んでいたのですが、中盤でぐっと文章量が増えた印象で、あれ、こんなに時間経ってたのと感じました。またメールを含むダブルパッセージの問題でこんなに読まなきゃいけないのかと心が折れそうになる問題もありました。またこれは誰に向けた文書ですかといった設問でどれもしっくりこなくて多分これだよなみたいなものもありました。反省点としては文章量が多い問題や選択肢がしっくりこない設問で時間を浪費してしまったなといったところです。パート7は12時過ぎまで取り組んだのですが、それでも5問解ききれませんでした。残念。リーディング全体としてはパート7でわからない単語が複数あり語彙力不足を痛感。ただ文構造が複雑でわからないといった事態には陥れなかったので、そこは成長を感じられたポイントです。最後に全体を通しての所感ですが、今回目標としていた900点は正直厳しい印象です。正式な点数が出たらこれまでの勉強法の何が良くて何が足りなかったのかを振り返る動画も出したいなと思いますが、現時点で感じている改善点としては語彙力は引き続き強化する必要があると思っています。また TOEIC の教材で勉強するだけではなく、もっと実践的な場面で英語を使わないと900点は難しいかもとも考えています。というのも TOEIC の問題を解いている時って英語を聞く、読む際にまだまだストレスを感じます。もちろん時間に追われるストレスもあると思うのですが、普段から英語を使って英語をストレスなく理解できるようにならなきゃなと感じました。なので今後は英会話力を強化していきたいなと思っています。具体的にはオンライン英会話はもちろんスピーキングも含むテストに向けて勉強していくのもありかなと考えています。また何かしらの形で英語を使う副業も検討しています。勉強という形だけではなく、いろいろな場面で英語に触れる機会を増やしていく予定です。というわけで今回は第394回 TOEIC の感想をお届けしました。もし同じ日程で受けた方がいたらぜひコメントで感想を聞かせてください。そして同じ日程で受けられた方はお疲れ様でした。私が受けた会場では冷房の設定温度、音ともに強く席を移動している人も数名いました。外は暑く屋内は寒いという過酷な環境で受けた方は少なくないかなと思いますが、皆様本当にお疲れ様でした。今回自分にとっては思うように解けなくて残念ではありましたが、まだまだたくさん勉強できると思って気持ちを切り替えて頑張っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!